はいチャーシュー麺の片面味玉入りですよ。いらっしゃいませ。はい、熱いわけですね。ご来店ありがとうございます。熱いからご来店ありがとうございます。はい、一枚増しです。一枚増し。今日は何食べよう。チャーシュー麺。中盛りチャーシュー麺です。このチャーシューが忘れられなくて。はい、チャーシュー麺の多め固めです。お待たせしました。熱いラーメンのスープの上に乗っかると肉がねグッと締まってそこで完成する感じ。うちの長女、次女、一番下の弟のね長男、うちの長女の旦那、うちの店でね生活させてもらってるっていうね。はい、味玉入りチャーシュー麺、はいどうぞ。お待ちください。お待ちください。最高にうまいです。美味しいとみんなちょっと笑うんだよね。ただこのね美味しいだけじゃ私の前ダメで、やっぱりなんだろうな、喜びの上には俺感動があると思ってるんだよ。感動を、感動を与えられるような見てる時これがしたくてね、できることはやっていこうかなと。煮豚はほらこうね焦げることもないしね、焼きの場合はね常にこう見てないと、水分のね多い部位はね焦げにくい、水分の少ない部位は焦げやすい。それをこの一つの釜で焼くわけだから当然焼きムラができて当然なんだけど、できるだけ全て美味しく焼くために吊るし方、置く場所、置き方、角度、あと肉と肉との間隔、肉は当然焼けば変形するからね、それを予測しながらこう吊るしていって、当然毎日ね、それでもやっぱり毎日やるよ、失敗の連続が失敗してうわーっとね落ち込む時はあるんだけど、失敗がなかったら絶対成功ないしね、あと感じることもないしね、それやっぱりねだんだん腕を上げていくための道なのかな。もうこれで限界、130ちょっとかな。まあね、自分の戒めじゃないけどね、美味しくできますようにという思いも込めながらね、生肉使ったところをね、熱湯をねこうやって必ず洗ってね、今年の7月で13年目になるのかな。子供3人いるんだけどね、うちの長女、次女、一番下の弟のね長男、うちの長女の旦那、うちの店でね生活させてもらってるっていうね、子供たちのね頑張り、あと従業員の頑張りがあって今があるっていう感じなんでね。おはようございます。はい、おはようございます。
はい、おはようございます。末広でございます。ご予約ですね。はい、おはようございます。末広です。いつもすいませんね。もう声でわかりました、声で。いつも通り大きめでよろしかったですね、大きめでね。はい、お待ちしてます。失礼します。国産のうずなんだよ、国産のうずが。国産って高いんじゃなんでも腕がないからさ、こういうのにこだわってんだね。素材にもね、力を借りてね、やる感じ。うち温泉卵っていうね、メニューもあるんだけど、LL の卵。これはね、10段階中 8.5 っていう濃度があるっていうの。黄身のね、非常に濃い。これを温泉卵って。一番出るトッピング。一番出るのはやっぱほうれん草だね。今日はね、ほうれん草がね、180パー、小松菜を今日30パーそこに、全部210パー。それが全てなくなるわけよ。お願いします。はい。これが小松菜ね。これ小松菜。これ極めて品物いいからこれ。横浜野菜のね、生のほうれん草。100% ね、はい、今日朝カットしたやつ地物だからすごい束がでかくてね、これほうれん草を作るためだけに購入した寸胴なんだよね。で中にねこんなでかいざるでねやるんだけど、まず出して、色で大体この品物っていうかね、やっぱり B 級品だとやっぱ黄色いんだね。
毎日掃除をしてるんだけど、こう手の届かないと今日朝ね、大掃除するのよ。この時間に。そうですか。まあ私らが経営者になるとね、当然営業時間も長く、30分でも1時間でも長くやりたいところなんだけど、やっぱりうちはそこはね、きっちり21時閉店、そこから掃除に力を入れる。俺そっちを取ったんだよね。大体この豚骨ラーメンっていうのはほら、1日洗わないともうギトギトになるから、換気扇とか見てるとね、まあこんな感じで映る感じ。掃除道具であるとかね、例えばスポンジ、金だわし、あの辺もやっぱり武器なんだよね。いつまでもこう同じ金だわしを使うんじゃなくて、もうスポンジにしろ、たわしにしろね、もう少し閉じたら、もうどんどん新しいのにどんどん変えるうちはね。やっぱり人ってこう手抜きが入ってくるんだよね、どうしてもね。手抜きがね。手抜きなんか何ぼでもできるから、この業界ね。やっぱり、ここで一発手抜きしちゃうとね、いいものできない。楽な方楽な方っていう風に言ってると、絶対いいのできない。特に私はね。はい。いいですか？今ね。まあ、色見てもらうと思うんだけど、これ非常にいい品物なんですよね、これね。こんな感じでね。もう全くドリップが出てない感じの。今のなんか加減を見てない。それはね、秘密。ラーメンにある返しなんだけどね、これね。出来上がってるやつなんだけど、なんでこんなことやってるかって言ったらね、少しでもね、お客さんに熱いね、ラーメンがね、行くようにね。そうそう。仙台の和歌、生は非常に高いんだけどね、生のが絶対うまいと思うからね。つるっとして非常に美味しい和歌、肉も厚いしね。この卵はまあこのタッパーに1回満タンに入れて冷凍庫に入れるんだ、これを。で今日の17時ぐらいに出すと鮮度を保ってこのまんまの状態でお客さんに提供できるから。やっぱり冷凍だとね、だんだんこの鮮度が落ちてるから。
4種類一応やってるんだよね。今日はね、上から2番目のスモークかなり強い感じで、これが出ないんだよね、この感じがね。肉がこう一切焦げてないんだよね。で中心までがっちり熱が入る一歩手前、これ釜から揚げるんだけど、これが薄く切ってラーメンに入れてグッとね、肉がこう締まってラーメンができる感じ、ロースもこんな感じでだんだん焼き上がってきたです。いいかな。はい、よし。これロースね、一本物ね、これね大体生になるんだけど、もう全部これ焼き切ってるから、これこれはもう均等に熱入ってる。入れ替えるだけ。従業員のおやつ。これ毎日の作業なんだ。うちはもう毎日ピッカピカなんだから。毎日油まみれになる道具なんだけどね、このカバンに感謝しながらね。これがね、チャーシューのフィルターね。でこれをやっぱ毎日洗う。1回の焼きで汚れとか油が出るっていうかね、これ毎日きれいに洗ってあげる。仕込みの時点でここまで、もうまだね、出勤してから今4時間ね、血のりが汚いよ9時から主力メンバーがどんどん出勤してくるんでね、それまでになんかできることはね。今日5時からいらっしゃったんですか？5時5時。残念なことにこの業界ね、時間ってほとんど縮まんないんだよね。明日忙しいからちょっと急ごうとか、急いで縮まるような仕事してないから、うちら。バーナーも食洗機も釜もね、換気扇も全部動かしてるから縮まる場所がないんだよ。だからあと何するかって言ったら、早く寝たら早く起きるしかないんだよ。だからちょっとした失敗がものすごい大きなダメージになるんだよね。でもやっぱりそれでも突発的な事故って起きるんだよね。昨日はね、一つのバーナーが全然火が出なくてね、一人でこれを下ろして全部ばらして、あれしたけど、でもその時はやっぱ消去法でね、仕事をカットしていかなきゃいけないんでね、なんとかこの子たちが出勤してくる前までに最低限やらなければいけない、営業の準備、仕込み、これはね全部終わらせる。これが僕の責任だ。これが終わってませんとかさ、そしたらこの子で本当悪いからね。深澤さん、ありがとうございました。続いて、普段の日ルールなんかもね、どんどんこうアップデートされているので、そういったことも含めて、もう富士山バイパスの下りは城南に。よく安全運転お願いします。これが今日朝見ました。手切りでこうやって薄く切るのよ、薄くケチってるとかそんなんじゃなくて、ラーメンに乗せた時に初めてこの完成する感じの肉を目指していて、1ミリだね、1ミリから2ミリ、これが熱いラーメンのスープの上に乗っかると肉がねグッと締まって、そこで完成する感じ。逆に言うともっと火の通ったものを熱いラーメンスープでやるともっと硬くなるんだよね。このしなりがね出ない。ここからプルッとこう曲がってくるんだけど、これが極めて難しい。この濡れ感わかる？これラムハムチックな感じで、この焼きだとねこういう風にならないんだよ。こういう風にこうならないんだよ。こんだけのサイズだとほら表が焦げてさ、中が中心が生なんだけど、外から中はね均等にこう熱が入ってると思うんだよ。均等に油のこうサシ分かるかな。これがねもうちょっと火通すとこのサシが全部こう出ちゃうんだよね。もうあとねほんと5分とか火入れちゃうともうすごい硬くなる。パサパサなんですよ。これやっぱりもう最初からこうではなかった？ない。最初はもうその辺に一番オープン当時の肉よ。
あ、これがオープントイレカッチカチよ。パッサパサだから背筋が凍るね、ほんとね。これ開けた？下りは南方向インターで2キロと横川抜けていった入り口で国道246号線でこのサイズ感で均等にこう切るってやっぱり努力した結果でね、そうそうできたもんじゃない。まあそのためにね、うちではね、この包丁使う武器ね、私が研いでるんだけど、これはね直系の厚木屋さんから教わったんだけど、まあ厚木屋さんの包丁はもうものすごい切れるから、ものすごい切れるから。研ぎがやっぱりあ、研ぎすごい、すごい。まあ私もこれで今年で13年目なんだけど、やっとちょっと切れるようになったかな。厚木屋さんに比べればね。私の包丁はこれ修行時代から使ってる包丁なんだけど、これと同じ包丁でね、同じ包丁ちょっと小さいでしょ。こんだけ使ってもうすげえ切れますよこれ。宝物ですよ。ありがとうございます。お名前伺います。ロース1本で、はい、味が非常に濃いお肉になりますからね、脂身は非常に少ないと思います。それは気をつけてご来店ください。お待ちしてます。失礼します。ロース売り切れです。これ同じ部位でも触ったけどこれ感触で販売に、一番適した肉とラーメンの盛り付けに適した肉と判断して仕分けしてるのね。あと部位とね。これなんかすごいいいよね。肉ここが一番うまいとこなんだけど、ここが無駄ほとんどないね。これもすごくいいよね。もう肉だらけって感じ。何の無駄もない。肉って表面積の問題でね、小さな肉より大きな肉の方がね、いろんな意味で美味しいの。どうしても小さいと水分もでも小さい分出ちゃうしね。ああ、なるほど。でこれ今日のロースね、これもう一本物、このまま切らないで、販売がもう決まってるんで、これね、豚は豚でもね、かなり小型の豚のロースなんで、これね。これはももに比べて味は非常に濃いんだけど、脂は非常にロースなんで少ない感じでね、非常に美味しい肉ですよ。全部販売用です、これとこれはね。今から表面についた醤油の旨味がね、時間をかけて中にどんどん染み込んでくるんだよ。ロースです。はいよ。これもう14,500円。12年前、俺がオープンした時に、近くに繁盛店があって、そこのラーメン屋さんがチャーシューを売ってたんだよね。すごい人気があって、吉村会長にこんな話をしたら、お前もいいところは見習えと。って言ったってそんな技術もないしね。最初でもやってみたんだけど、3ヶ月に1本ぐらい。これは5200円なんだけど、これで1300円ぐらいでさ、赤字でね。200円ぐらい値上げしたら高いって言われて買わなくなって、あ、そういう世界なんだと思って、
だんだん3ヶ月に1本から1ヶ月に1本になりね、おかげさんでまたリピートして買っていただくようなお客さんもだんだん増えてきたりして、急にこういう風になったわけじゃなくて12年ないし13年のなるほど、時間が集大成っていうか、まあこれから考えてることはね、なんとか冷凍できないかと思ってたんだけど、この手の大きさの大きいものだと冷凍するとどうしても解凍するときに皆様ご存知のドリップが出るんだよね。ドリップって味の塊だから、味が落ちるのは簡単に言うと、本当に今日清月歩でね、すごい技術があって、某会社に行ってね、ある急速冷凍技術を、本番やりに行って、それがさ、解凍するとさ、1キロの焼きたてで、ドリップが全然出なくて、今度この店年内にリノベーションをね考えてるんだけど、この2階をちょっと工場にしてね、非常にお高いんだけど、背に腹は変えられないんだよっていうのがあるけど、今見せようか、これは初だよ。99% 真空にして、それをさ、ものすごい勢いで急速冷凍をかけてガッチンにして、でこれを切るとさっきのように色も何もかもそのまんま。これ普通の冷凍だったらもう肉汁がもうジュワーッと出ちゃって、もうパッサパサになるんだけど、この部位は非常に少ない部位なんでね、全員のお客さんに行き渡るかって全然行き渡らなくて、これが導入できればね、美味しいのがいくかなと。かつ新鮮でね。何時ぐらいから並ばれてるんですか？ 10時半ぐらい。10時半。何時ぐらいから並んでるんですか？ 9時半ぐらい。 9時半。関西で初めて。あ、関西から。うまいところあるよって言って。あ、最終名お願いします。はい、いらっしゃいませ。ございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、おはようございます。はい、どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。毎度。奥進んで1列で、はい、線があるんで線の内側でねお待ちください。どうぞ。食券並びこちらになりますね。奥野菜、はい、ありがとうございます。ちなみに今日は何食べよう？チャーシュー麺です。中盛りチャーシュー麺です。めっちゃ美味しいです。それ食べようと思った理由って何ですか？うまいからです。ね、外回し左です。裏が OK。はい、どうぞ。野
あそれ固めるんですか。はい。中あります。福さん聞かせて。もうまだ。俺ちゃん OK かい？はい。はい、初見方がそうだ、出て右側になりますください。はい、こちらですね、初めがご来店ありがとうございます。はい、堀さん、堀さん、堀さん。はい、急いでます。はい、来ます。はい、今度は出て右側ですよ。順番に並んでください。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。どうぞ。やるよ、遅れるからいいよ。出そう出そう。多めです。どうぞ。ドライとレモン。はいはい朝のラーメン一名合わせて最後、お願いします。少々はい行こう。はいラーメンどうぞ。出ますはいいつも通りどうもおめでとう。あれオイルオイルはいオイルはい、チャーシュー麺、濃いめお願いします。玉ねぎです、どうぞ。はい、どうぞ。はい。どうぞ、そこにいて、そこにいて、そこにいて。はい。13まで。はい、ごめんなさい。ごちそうさまでした。5300円いただきますね。これ一番いいところだからね、これね。はい。わかりました。よろしくお願いします。どうもどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。暑い中ね、すみません、どうもありがとうございました。どうも、はい、はい、どうもありがとうございました。うん。これ一番いいところですからね、7050円いつもね、ありがとうございます。でかいです。いつもありがとうございます。またね、一つよろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。一本、はい。ありがとうございます。あれね、いつもで薄く切ってやってくれ。どうもどうも、ありがとうございます。はい。これはロースですね。もう一本丸ごと。そうですね。つるしの燻製の風味がもう全然違うので。すごいね。どうですか、この人の多さは。でも美味しいから待っても苦じゃないね。そうだね。曲がって横の方まで進んでください。はい、どうぞ。はい、曲がって横の方まで進んでください。いらっしゃいませ。どうぞ。はい。玉茶1。食券カードがでかい、外出て右側になりますよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、行きます。じゃあ、味付け、白髪。はい、どうぞ。暑い中ですね。暑い中ご来店ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ライスですね。熱いのでお気をつけください。どうぞ。いいですね、お待ちください。はい、チャーシュー麺固め、乗りましょうね、どうぞ。固めやめですよ、固めやめ。
アジフライまあ素味少なめ固め乗れまし白髪味付けうずらですはいどう次ぞアジですねアジフライ次がチャージはい一枚増しです一枚増しはいはい行きましょう森玉ですよはいどうぞはいどうぞはい豚骨さんはいろんな部位があってね出汁が出る時間出始める時間っていうのはみんな部位によって違うんですよ相当うち煮込むよねがっちり煮込んで骨の部位まで出す感じ、非常に手間かかるけどね今度出て右ですねお待ちくださいいらっしゃいませラーメンで掘るのがラーメン掘るのはい、チャッターバ1ね。これですまためです。はい。好きなものがございますよね。はい、8番出ます。はい、中盛りチャーシューです。はいどうぞ一服いけ一服。出ます。左から出ます。どうぞラーメンです。どうぞ。どうぞはい、出ます。おろす気をつけ。はいいらっしゃいませ2番さん、かぼちゃ肉ダブルです。肉ダブル。肉ダブルで2番。これがありがとうございます。お願いしますチャーシュー飯の肉ダブルですね。ひっくり返しですね。お召し上がりください。はい、どうぞ。どうもでした。はい。よっしゃ油いきます。これですよねこれ固めこに多めになってるいいわ。はい。どうぞラーメンのランネギ。
うちのお姉ちゃん、妹があともう一人好きですよ。でさらにこいつが一番下の弟、お姉ちゃんの旦那、だからお父さん。なかなかないパターンというか、本当にありがたい。いや、みんな本当にね、よく頑張ってるね。いきます。出ます。チャーシュー麺味玉入りです。どうぞ。はい、どうぞ。ラーメンです。味玉入りです。熱いのでお気をつけください。卵もすごい2つ入ってる。ラーメンにやったら味玉は 3L サイズ、これ市場にはほとんど出回らない。これはね、これでかいからね、これめちゃくちゃ中に黄身が2個入ってるから他じゃ食べれないと思う。全て国産だから、全て全部国産。こんなってすごい新鮮だからね。国産のネギの1回2回包装入れてんの。こだわりっちゃこだわりでね、非常に面倒くさいんだけどね、ひと手間かける。味玉こっちです。入れます。はい。いかがですね。ご来店ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いいじゃないですか。ほうれん草でよろしいですか。ほうれん草ね、9分。ほうれん草ください。はい、いらっしゃいませ。ほうれん草ですね。熱いのでお気をつけください。これ玉ねぎなんかも四角くカットする。これ結構俺のこだわりなんだね、私。昔若い頃ね、ホットドッグ食べた時に、まさにこういうカットで食感が本当忘れなくて、まあ最初は包装でこう刻んでたんだけど、四角くカットするのは全然食感が違うんだよ。全然違う。ただ何が違うかって言ったら、これすげえ手間がかかる、時間がかかる。でもこれはね、譲れないんだよね。はい。逃げられない。全然違う。あんまり。出ない。サイズ以上の玉。出回らないから。すごいでかいですよ。中に。はい、ありがとうございます。次が大で。そうです。汁はください。大お願いします。ついてません。チャーシュー麺かかる味玉白髪ネギで、次チャーシューです。海苔増し味玉白髪ネギです。どうぞ。はい、どうぞ。お弁当ください。200円。パック。ご来店ありがとうございます。なかなかお待ちどうさまでした。はい、ご来店ありがとうございます。わ。200もない200。両替ですか。はい、お待ちください。やってた。はい。さあ。はい、朝のね、お気をつけてくださいね。お金気をつけてください。ですね。熱いのでお気をつけください。はい。お湯です。熱いです。ほうれん草ね。これ横浜野菜の生ほうれん草、朝ね仕込んだやつね。はい。見事結構こだわってますよこれね。ございます。順番にご利用ください。お水ご利用ください。じゃあ5番ほうれん草です。どうぞ。片目から上がっていきます。はい、了解される方は声ください。1万円札。はいはい。
はい、食券もらいます。お好みどうぞ。お好みはございますので失礼。はい。おはようございます。食券をあげてください。暑いだよね。ありがとうございます。今日は何食べに？奥さんははいラーメンと野菜畑、野菜がこうラーメンの丼に入ってごっすり入ってるんですよね。ダメじゃないですね。始まりは。戻りは。2杯食べる人みたいな。これが300円って安いですね。お願いします。野菜たっぷりですねたっぷ。りで食べます。では今。はい。じゃあ、どうもありがとうございます。狭いから中華。うまいですね。エアコンだけはもう少し大きいのにした方がいいと思う。これも変えたんですよ。はい、濃いめチャーシュー麺です。食券並びの方はいどうぞご注意ください。はい、どうぞ。ラーメン味。いきます。はい、ラーメンです。お待たせしました。どうぞ。どうぞ。6本出ますからね。お肉6本出ますよ。あと6本出ます。はい、どうぞ。どうぞ。みんなでこっちでお待ちください。お腹いっぱい。お腹いっぱいですか。美味しかったです。あーよかったです満足です。大満足で。 1時間運転して帰ります。あ、そうなんですね。40、50人がなるか向こうに。普通はね、今日もこの天候だからもう暇だね。ただもうこのまま並びは切れないよ。閉店まで。すごいですね。ありがたいね。じゃあお願いします。2回クラス2回、上行きます。さあ、次のチャーシュー麺出ます。しました。チャーシュー麺ですね。固めのり増しいきます。どうぞ。はい、させー。はい、させー。はーい。これは茶のり、あ、茶のりじゃない。茶ニラ。こっちにしようかな。ありがとうございます。 16チャーシュー麺バンドネギ生ニラです。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。今日は何注文するんですか。注文チャーシュー麺。はい、お待ちください。はい、行きます。じたまお待たせしました。もう切りました。そうですね、安いので。ありがとうございました。行きます。はい、どうもありがとうございました。牛のりのラーメンです。お待たせしました。どうぞ。はい、どうもありがとうございました。
濃いめの。はーい、失礼します。よくかけ混ぜてですね、まだお使ったらですね、おっしゃってください。調整いたします。どうぞ。最高にうまいです。初めてです、お互い。スープが濃厚の中にこうキレがちゃんとあるみたいな。最高に美味しかったです。嫁さんは曲がって、14、13、12番、10番ですね。味玉のりですね。どうぞ。はいどうぞ。手羽だけ。チャーラ。もうちょい。ありがとうございます。おわりさん。はい、注文チャーシューで。はい、何してくださ2回目です。皆さんが初めて。そう、うまかったです。うまかったです。チャーシューめっちゃうまかったです。他の家系とか。そうですね。ただここが一番美味しいです。チェック OK です。美味しくなくなるから調べました。ほとんどなくなる。チャーシュー麺お待たせしました。チャーシュー麺お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。これね、栃木県産のコシヒカリなのね。すごいよ、高くて。で、2年前の原価2倍以上で、お客さんにバレないように安い米にすることはできない。いや、落とせない。米もね、1回にね、うち2升しか炊かないんだけど、大体ほら飲食店とか4升、5升とかさ、6升とか炊くんだけど、炊きたての美味しいでしょ。お米にも感謝しながらさ、素材の味も力を借りてさ、だから皆さんこうやって来てくれんだよね。でかいの炊けば私は楽だけど、効率化イコール利益だけど、やっぱそこね、利益追求型になるとね、うちはね、いい品物作れない。うちでは新鮮なものをストックしてるんだよね。でもうちは大量仕込みはしないから、楽するためにやってるんではなくて、新鮮なものをじゅんぐりじゅんぐり出していく、売り切れにしなくて済むっていうかね、美味しいものを作るための努力、それがね、実を結ぶかどうだか分かんないけどね。来てください。これがうちの丼なんだよね。波のラーメンが入る丼。これ金なんだよね、金。これ非常に高い丼で、中と大はちょっと大きい丼を使うの。豚骨のラーメンって実は温度が下がるのがうんと早いので、中と大っていうのはこの開口部がでかいから冷えるスピードが速いんだよね。
なんとかなんないかってもう何年間も考えて、これが来週発表するんだけどさ、まだ誰にも言ってないんだけど、業界初二重構造になってて非常に冷めづらい新潟県の燕三条市、ステンレスの加工の有名な町だよね。そこでもう何年も試行錯誤して失敗を何回も繰り返して検査を何回もやって、豚骨ラーメンってお湯で何回もやって、そのある会社に本当無理言ってね、最後はもうね、もう結構ですって言われるぐらいあれだったんだけど、なんとかやってもらって、このステンレスの加工もさらに艶消しを入れて、こうやってやるとここに磨きが入るんだよね。まあ本来入れなくていいもんなんだろうけど、しかもこれね、文字のところがレーザーで焼いてるから、そうそう剥がれることはなくてっていうような丼がやっとできたんで、今後これに変わっていくから、うちはね、見えるとこだったら誰でもやるんだろうけどね、温度なんか目に見えるもんじゃないからね。これお客さんに対する恩返しっていうか、昨日もね、北海道、秋田、遠方からね、こうやってうちの店めがけて来てもらって、こんな暑いのに並んでもらってね、変なもの出せないね。出せない。ゆみさんは3番、4番。初見簡単なのでお待ちください。彼氏は奈良県。はい。でそれで今ここのお店に、はい、チャーシュー麺頼みました。めっちゃ最高でした。普通のラーメン頼んで美味しかったです。チャーシューあっさりしてて美味しかったです。はい、どうもさん。長くな。ありがとうございました。美味しかったです。八幡元気ないです。ただめで。ほうれん草。はい、ゆっくり大丈夫ですよ。はい。ありがとうございます。これはいどうぞ。ありがとう。はいそこ行きますはい、どうぞ。次ラージ。はい、どうぞ。ライツです。はい、レッツ。はい、13出ます。水面の固め、お待たせでした。はい。熱いのでお気をつけください。はい。来ました。どうもでした。味玉ですね。熱いのでどうぞ。足の気分。はい。はい、たくさんご来店ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、またお願いいたします。ゴミ後ろのゴミ箱ご利用ください。ごめんなさいね。まずご利用ございます。お願いします。お願いします。行きます。はい、出ます。はい、ちょめラーメンですね。味玉です。熱いのでお気をつけください。どうぞ。普通のラーメン行こうかと思ったんですけど、やっぱそこのチャーシューが忘れられなくて、気づいたら押してました。トッピングとかなんですか？海苔と卵でかいっすね。やっぱ美味しいですね。これ自分の中で一番ガツンってくる醤油の濃さと濃厚さが相まって、いやめっちゃうまいなっていう。はい、ありがとうございます。
40人ぐらいだから多分ね。なんでね、1時間は並びますね、1時間は。すみません、お待ちください。お願いします。並びの確認です。では入れます。1番と10番ですね。初見か初見カウンターまでお待ちください。多分70人ぐらいですね。多分ちょっとね、ちょっとだよ。並びの確認です。はい。はい。後ろ寝ます。はい、ストップ行こう。ありがとうございます。ラーメン。泡握りください。食べいただきます。5番してください。おばあさんは今回です。どうぞ。大さんって今何年ぐらい？私はもう16、17歳ぐらいから12年間やってます。はい、どうも、はい、ありがとうございました。はい、はい、はい、どうもありがとうございました。お忘れ物のチェック OK です。はい、1番、丼1番いくぞ。ご案内します。どうぞ、皆様行きましょう。皆様、皆様。3番、4番、1名様、どうぞ。7番。当然頭のいい人が強い、体力のある人が強いけど、でもやっぱり1番はね、チームワークだね。チームワークにね、勝るもんないね。うん。油抜きです。油抜き、はい。で、うちではね、今みたいにお客さんからのいろんなお好みをいろいろ聞いて、大きな声で何々入ってますね。今厨房内にいるメンバーが全員同じ共通認識をすることで、スピードがとにかく速い。チームワークさえあればね、速いいい品物ができる。人それぞれみんなパートが決まっていて、でもね、場合によっては自分のパートを飛び越してやるんだよね。この子は今このガラをね、前を見ながら、今どんな状況になってるか見ながらね、みんなこうやってね、誰も止まることなく一生懸命動いてね、このお客さんたちにどれだけね、その喜びや感動をね与えることができるかっていうところでね、こうやってやってるさ、長女なんかさ、これスープをいじくり出すんだよね。俺やれなんて言ってないんだけど、パパ忙しいんだなと思ってね、あんなことやるやつあんまいないと思うよ。女性でね、あんなことやっていろんなね、まあいろんな文化ができてるよね、この子たちは文化が。そうです。おめでとうぞ。ドライ。ドライ。スーパードライ、はい、17番。先におつまみですね。どうぞ。はい、ビールのグラスさんいきますね。はい、行きます。戻ります。はい。線の内側入ってね、お待ちください。なんで三重県から遊びに来たの？こんな時期に旅行だって。何？バス参加したの？車で来ました。車で。何機？お待ちくださいね。ママ足やります。はい、はい。ごめん、4。はい、じゃあ、こういう声がどうぞおっしゃってください。お願いします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。いっぱいいきます。あれ？はい。お待ちください。大待ち。これどこ？今のこれ、じゃあ、壊れた部位に。大お願いします。いらっしゃいませ。お願いします。はい、チャーシュー麺の固めです。今のこれ。大お願いします。何名様おじさん？
2人か。いや、はい、ここまでです。ほんじゃ1人。固めね。はい、固め、はい。今日は2人とも三重。あ、そうですね。三重で YouTube とかも見て、ここ一番美味しそうやったんで行きました。さっき滋賀県だ。滋賀県、奈良県、三重県ね。三重県です。ね、それからさっきとそばからご来店です。ありがとうございます。教えてください。はい、どうぞ。お待ちください。どれ来てもはい、味玉入りチャーシュー麺、はいどうぞ。食券角度1回で突き当たり左に曲がってください。左に曲がってください。後ろまでお下がりください。美味しかったです。めちゃめちゃうまかったです。ありがとうございます。三重県だ。さっき滋賀県、奈良川からご来店です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。マッチライス固め2個。3個です。4、多め。はい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ライスあと2個です。2個ね、はい、チャーシュー飯です。はいどうぞ。この長女の旦那、私の右腕なんだけどね、こいつが今からスープをね、全部入れ替えるから、全部入れ替えてもね、こうやってお客さん満席で来ていただいていて、どんどん本体のスープはどんどん減っていくんだよね。でこの時間がいわゆる一番スープがぶれやすい時間で、これをいかにぶらさないか、この時間来たら冷てえなとか、ぬるいなとか、シャバいなとか、薄いなとかいうふうに言われないように、あとは腕だよね、腕。既存のやつを、まだ使えるのを2番に移していくから。熱いのでお気をつけください。はい。半分だけ埋める感じなんですか？あ、そうです、そうです。で、手前に積んで、気が止まらないように。山原さん、またお願いします。生肉今5キロ入ったんですけど、これ入れるとこないよ。非常に新鮮なうまい肉なんだね。これとね、まだいい味出るね。はい、いらっしゃいませ。ちょっとここで油こぼれなくて拭きます。はいよ。ダスターであるとか、ね、寸胴の蓋、一旦全部ゼロクリアして洗い直す。食器洗浄機の中のお湯もね、カスなんかも全部取ってまっさら新品に入れ替えるのね、一番油のついてるレンゲや箸、これをね最後に洗って全部抜いて全部掃除して、まあこれも、まあ、お客さんにバレないことなんだけど、気持ちの問題だね、上のない人間がのあれかもしれないけどね、ひがみかもしれないけどね、こんな感じでめちゃくちゃ綺麗ですね。いいでしょ、このはいいはずなんだよ絶対に。お待ちください。2枚でお願いいたしますね。2番目のお客様。あと何個だ？あと2つで。2個でもあります。トップアップ2個です。2個。はい。先頭1。はい。壁側に寄ってください。壁側に寄ってください。はい。今あります。後ろお姉さん後ろお客。
甘茶行きました。シューメスです。大変お待たせしました。熱いのでお気をつけください。はいどうぞ。オッケー、ラスト大丈夫だから食器を洗ってもらっていい？はい。ナイスター。はい。よいしょ。出たろ15です。よいしょ。はい、大盛りチャーシュー麺多め固め熱いからね、一つくらいね。熱いのでお気をつけください。はい、行きます。シューメン固め味玉。後から出ますね、調整いたします。これオープンして3時間の食券、ラーメン、これチャーシュー麺。4倍ぐらい。お願いします。1名様どうぞ。おあと2名様どうぞ。はい、1名様1番2名様どうぞ。2名様ね。暑い中すみません。上がって一応奥から2番目、奥から3番目。おじさん角12番、角12番。おじさんこれ10番。どうぞ。ちょっと待って。はい、9番、9番。それにストップです。はい、どうぞ。何名様ですか。もう少しね。はい。では先に食券を買って、暑い中さて先に食券買ってください。ここ1列ですのでお願いいたします。1列です。暑い中すみません、急ぎます。急ぎますからね。いらっしゃいませ。1.2×3 です。はい、お待たせいたしました。いらっしゃいませ。お待たせしました。いらっしゃいませ。どうぞ。はい、ご案内します。1名様どうぞ。あと2名様どうぞ。はい、少々お待ちください。ダメです。はい、お願いします。戻ります。行きます。お願いします。ラーメンです。はいよ。ラスチャーシューです。はい。失礼します。終わったら少々入れちゃっていいよ。はい。ラーメン固めお待たせしました。どうぞ。お待ちください。どうぞ。ありがとうございました。チャーシュー飯お待たせしました。触りやすいのでお願いください。ラーメンの食券を買ってあります。少々お待ち。で、白髪にですね。ちょうどいいだよ。野菜畑。はい。お願いします。
最後固め。お待ちでますチャーシュー麺濃いめお味噌炒め多め、そのめ、多め、ノーマル。はい運び向こうまからチャーシュー卵2枚増し。チューチャー生ニラ。はーい。チャー固めまだ。ご案内します。お願いします。よろしいるわ。はい、3名様どうぞ行きましょう。はい、345食券開けてください。どうぞ。真正面6番です。何名様？1人どうぞ。7番何名様？どうぞ。ちゃんと卵飯入ります。この方からね、順番に上がっていきますよ。この方から順番に上がっていきます。いいよ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 。あ、いいよいいよ。かわいいかわいいかわいい。はい、どうもどうも。いいよ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 。しめよ。いいね。いつも通り。中盛りね。中盛り。ちょっと気をつけてよ。俺持ってっからゆっくりゆっくり向こう歩いてね。俺持ってっから。来てくれてさありがてえよ。ね。こんなクソ暑いのにさ。あともらうから。ゆっくりゆっくり。ほらゆっくり言わない。先皆さん食券買って帰って先食券ですよ。店内へ入って右側に冷水器ありますから水飲んでもらって結構なんでお水遠慮なくどうぞ。コップごと持ってってもらって結構ですから。ラーメン屋さんをやるきっかけ教えてもらってもいいですか？きっかけはね、もともと私もサラリーマンだからね。実はね、そのラーメン屋さんをやりたいっていうことはずっとあって、吉村さんのラーメンをね、私が22の時に食べた時に本当に衝撃を受けたんだよね、衝撃を。はい。会長がね、奥から出てきてこうねじらじにこんなしてね、新聞持ちながらね、こんななって今日8時なーなんつって、すげえ店だなと思っていて、出てきたラーメンがもう唯一無二食べたことなくて、めちゃくちゃね、感動したんだよね。1日1回行ける時はね、本当に朝晩2回3回ぐらいってことはもう好きなんだよね。好きすぎるんだよね。それからずっと頭にあって、私32、3の時、長男が生まれてまだ間もない頃に吉村さんみたいなラーメンを作ってみたいななんて思いながら、まだ30ですからね、32、3ですからまだ若気の至りだよね。当然全員に反対されてね、その時はもう私が40歳ぐらいだったんですかね、大手一流企業の中でもね部長という立場までね、やらさせていただいて、で本当に仕事にやりがいを感じながらやってくる中で、常食になるにつれて単身赴任であるとか、自宅に帰ることがだんだん少なくなってきたね。ここにいる娘がまだね生まれて、まだ長男なんか生まれてないような時代の中で、子供の成長はね本当に私は見れなかった。全く見れなかった。1週間に1回自宅に帰ると、今面上げしてる長女、このね乗りつける次女ね、大きくなってるのが分かるんだよね。1週間に1回2週間に1回帰って、いろいろあったにせよ、もうこれが最後だなと思って吉村会長の門を叩かせていただいたんだよね。当然本当に修行なんていうのはそうそう入れてもらえるものではなくて、断られても本当にお願いして、私みたいな人間を修行生として迎え入れてくれたんですよね。ご案内します。どんどん行きましょう。はい、大変長らくお待たせ。2名さん、はい。2番、3番、どうぞ、4番、どうぞ、5。固めですね。ラーメンの好みございますか？固め多めで。固め多めで。チャーシュー1枚と。はい。いきます。味付け卵。多分ここ1ヶ月ぐらい
OK。はい。あ、もうこれ。5番。コールます。中盛りラーメン固めです。どうぞ。はい、左からいきます。固めです。どうぞ。チャーシュー麺固め味玉です。どうぞ。はい、お待ちください。大丈夫だよ、パパは。はい。はい、行きます。中盛りラーメン固め白髪ネギ1枚増しです。どうぞ。通ります。1枚です。どうぞ。どうぞ。大盛りラーメン多め固め揚げ玉です。ラーメンの好みございますか？固めですね。36よ。ワンサン6。ここまで固めの多め。飛びます。3個目が多め。これは本命16番油入れます。中盛りチャーシュー麺固め多めです。どうぞ。18出ます。チャーシュー麺固めです。どうぞ。ありがとうございます。美味しそうすぎた。当たりだよ、当たり。社長からって言ってて。あ、確かに。チャーシュー麺濃いめの社長からの愛のらしいです。おめでとうございます。当たりです。ありがとうございます。はい。5名様になります。5名様です。まあいろんな家系のお店があって、その中でもやっぱり私はこの子たちをね幸せにしていかなければいけない役目があるわけですよ。まあその幸せっていうのはどういうことかっていうとね、まずその休みだね。でまあ中間で2時間40分のまとまった休憩プラス1時間40分ぐらいの一服タイムっていうかね、日月連休なんていう店ほとんどないと思うんだけど、よっぽどのことがない限りっていうよりは日月は絶対休み。飲食店って一般の方々が休みの時に飲食店の人間っていうのは働くんだよね。やっぱりね少しでも一般の方々と近い生活環境にしてあげたいっていうのがあって、でしかも短休ではなくて連休をどうしても取らせてあげたい。さらにそのボンクレにはうちかなり長期連休を取る。それはもう店の収入であるとか利益であるとかそんなもの度外視で、土曜日はみんなで一緒に頑張ろうねというところでね、日月は連休でいくら休んでくれと働く環境をね整えてあげるのが私の夢で、当然ラーメン屋なんで暑いですよね。そこをじゃあどうすんのっていう話、厨房用のこの大型エアコンを最初は1機だったんですけど2機搭載してダイキン製の厨房用のエアコンの最大のやつなの。これがそうそう真っ向にも2機入れてるの。こんなちっちゃい厨房に2機。それ以外にも働いていて、辛い中にもそこにやりがいの感じる店作り、そこには笑顔があったり、だから私厨房の中ではねいっぱい話しなさいって言うんだよね。女性は綺麗にしなさいと、いやピアスがダメだ何がダメだって言うんだけど綺麗にしなさいと。男はダメね。男はもうチャラ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 こうつけるのは男はダメ。女の子はもうピアスだって何だって何でもしてくれと、髪の毛の色だって何でもいいと、帽子かぶれば帽子かぶりなさいと、鉢巻きしたいから鉢巻きしなさいと、好きなようにやらして元気よくねやらせる感じ、最後は収入だよね。収入ね、大卒で一流企業に入っていい給料をもらってる人も当然いて、ね、そこに近づけてあげたい、でまずは夏ないし冬のボーナス確実に支給するということ。給料については年一で確実に上げていく、確実に上げていく。でないとねいい仕事できないよ。お好みはどうしますか？油多め固め。はい。味は普通で大丈夫ですか？普通でお願いします。はい。
OK です。後ろ上行きます。はい。行きます。はい、どうです。OK です。じゃあ。多め。わかりました。あ、もう。はい、チャーシュー麺の多め固めです。お待たせしました。200円、パック200円。はい。お割りください。聞いてなかった方、気をつけてから。はい。何方。俺のこっちから。はい。はい、5番。野菜入ります。修行で乗り越えられたのがやっぱり家族のねおかげ、この子たちがね手紙を書いて送ってくるわけですよね。私は本当に運よくね、本当に運よくこういう家族ね、この子たちに恵まれて、素敵なその従業員、またアルバイトに恵まれて、でまして今日なんかね35度を超えるような気候の中で今ここで60人も70人も並んでいてね、今度は3時半の段階でねうちのラーメンをね食べに来ていただいてる。やっぱりね本当に感謝ですよね、感謝ね。力がなくてもね、技術がなくてもやっぱりそのチームワークでそこを補っていってね、お客さんにその感動していただけるような店作り、味もそうですし、この店も雰囲気もそうですし、そこもやっぱり人と一緒じゃダメだなというところでね、やっぱりそこにはこの子たちのね努力であるとか苦労であるとか、そういったものが積み重なってね、今の店がこう成り立っている感じ。美味しいとみんなちょっと笑うんだよね。ただそのね、美味しいだけじゃ私の前ダメで、やっぱりなんだろうな、喜びの上には俺感動があると思ってるんだよ、感動。はい、従業員みんなの力でお客様にね、少しでも一人でもね、多くの人に感動を与えられるような店作り、これがしたくてね、できることはやっていこうかなと。どうもね、どうもありがとうね、ありがとうね。